ご視聴ありがとうございます。こんにちは、こんばんは。一応暮らしと申します。この動画は、ホロタクティクス、ファントムペイン、ヘカテの難易度6に、このメンバーで挑戦した動画になります。まずは、プレイ動画をご覧いただきまして、その後にざっとステータスの説明パートが置いてあります。それからスロー再生を施した部分や画面を止めたりした部分に解説を入れた動画がありますので、ぜひご覧になってください。難易度6の攻略に役立つかもしれません。それでは早速プレイ動画をご覧ください。行くぞ。好きだらけこれで終わりだ。私に任せて。真理へと至る道。断境。行くぞ。再現。聞いてみよう。行こう。甘い。一気に行くぞ。都心日向ぼっこの時間ですよ。行くぞ。この光で聞いてみよう。光を前へ。任せてください。響け。ここは冷静に行こう。好きだらけ。花よ。進化を狙いの飛んでけ。行くぞ。光を前へ。行く。甘い。聞いてみよう。この光で任せてください。外し進化をお見せします。一気に行くぞ。好きだらけだ。花よ。一気に行くぞ。聞いてみよう。これで終わりだ。任せてください。行くぞ。光を前へ。倒す。甘い。やっ。聞いてみよう。一気響け。花よ。だらけだ。聞いてみよう。ここは冷静に。チャンスはあるはず。任せてください。進化植物様で生きてるんです。行くぞ。チャンスはあるはず。チャンスはあるはず。光を前へ。聞いてみよう。一気に行くぞ。
この光で。まずはここまでご視聴ありがとうございます。これからざっとですが、ステータス紹介をしていこうかなと思います。こちら、漂白者なんですが、クリティカルダメージをね、220から、230ぐらいあったらいいかなと思います。クリティカルは、エターナルライトの効果で、走行効果が付与された時に 20% ぐらいね、クリティカルが上がりますので、50ぐらいあればいいかなと思います。で、ベリーナなんですが、攻撃力はね、僕はこれぐらいでもういいかなって感じですね。一応回復力は足りてるイメージでおります。その代わり、共鳴効率を上げてるって感じですね。可能性は一つではない。でこちら、白紙なんですが、スキルをですね、マックスではないですが、一応上の方を解放いたしました。HP 回復効果と上限ですね。で、音階なんですが、1体だけ、レベルを25にして、ステータスもね、解放してみました。共鳴効率をね、ちょっと、できるだけ上げておきたいなと思ったので、こんな感じですね。そろそろ、この後、プレイ動画の解説パートがございますので、よかったら見ていってください。ステータス紹介のパートはこれで終わります。それでは見ていきましょう。まずはね、漂白者にバフをかけながら、強振動ゲージを削っていきます。この攻撃ですね。これは避けるってなったら、このタイミングですね。意外とね、この攻撃当たるんですよね。早いので。もう赤くなったらですね、この鎌がちょっと赤くなるので、一瞬。この攻撃はここで回避します。で、レーザーが来るので、白くなったらですね、ちょっと見えにくいですけど、このタイミングですね、この白くなってる、この細い、白くなったら回避ボタンですね。で、入れ替わってもいいです。入れ替わると、入れ替わる前のキャラクターの位置に、録音来たと思ったら入れ替えちゃってもありですね。で、この攻撃が、このね、音がなんかね、なるので、その時に回避ですね。で、これもここが回避ですね。これはちょっとね、見にくいと思うので、別で見やすい位置のモーションをね、攻撃を取ってあるので、それをね、くっつけておきます。このレーンが出てくる攻撃は弾き返せるので、気にせずね、攻撃に行ってもいいかなと思います。で、ベリーナに入れ替えながら、強振動ゲージを削っていきます。で、ここで回避ですね。で、削っていきます。で、早送りですね。序盤のこの、ヘカテが2形態あるじゃないですか。この1形態目で、時間を食うわけにはいかないので、ここはね、もうできるだけもう荒行事で削っていきます。で、そしたら、これがね、来るんですけど、これを避けて、回避反撃で倒して、そしたらね、このね、レーザーがね、残るのがね、初めてで、なかったんですよ、今まで。挑戦してて。で、これ初めて残って、って焦りながら回避してるんですけど、当たっちゃうっていう。
これはまあ教訓というか、残りますよっていうのをね、お見せできたらいいなと思って、この動画をね、使いました。で、このね、レーンのある攻撃なんですが、これは、消えたらですね、予告のレーンが消えたら回避です。消えた回避ボタン。消えた回避。消えた回避。で、また消えた回避。早くなるんでね、だんだんね。で、ここはちょっとテンポがずれて、全部が来るので回避ですね。この攻撃から結構ポイントがありまして、ベリーナに一旦変えまして、強靭のゲージをね、一回削ります。で、すぐそしたらベリーナを全力でゲージを貯めて、収束ゲージを貯めて、漂白者にね、変えます。で、強靭のゲージをね、2回分削っておくんですね。で、この瞬間なんですけど、このヘカテがね、こう、後ろに下がりながら、これね、近づいて攻撃してると、離れてくれるので、優しいかなと思いました。ここだけね。で、そしたらこの回避するんですけど、回避しまして、で、無知のね、パリーが来るんですけど、ここですね。これぐらいのタイミングで攻撃ですね。で、ここも降りてきたなーって思ったら攻撃ですね。で、こう降りた。ステージに足が、フィールドに足がついたってなったら攻撃ですね。攻撃をね、1、2って感じで連続で押しても構わないので、ただし、攻撃と攻撃の間、攻撃をトントンよりもトトンの方が隙がないですね。攻撃と攻撃の間で無知に当たってしまったりするので、そこだけ注意ですね。で、ゆらーっとこう行って戻ってきた。で、戻りながら無知が来て、ここでパリですね。戻ってきたなーで攻撃。で、次がくるっと回って戻ってきたなーって思ったら攻撃ボタンですね。戻ってきた攻撃って感じですね。で、1回目のこれは回避してしまうんですが、これ長押しでね、剣をこう投げるんですけど、ここでね、回避をしちゃったんですよね。なので、これは全然回避したらでいいんですけど、でそうすると、パリーができてないので、ここでね、もう一回変わらないといけなくなっちゃって、収束スキルがね、溜まったので、ベリーナに一旦交換しまして、で、そこで、強振動ブレイクで削っていきまして、で、こちらですね。これがですね、自分も最初は、なんだみたいな感じで、全然やられていたんですが、まず、両サイドですね、このトゲの生えたフラフープみたいな、茨ですよね。これは当たらないようにしまして、で、レーザーがね、こう来るんですけど、白くね、これ合図なんですよ。レーザーが出るよっていう合図がこの白い合図なんですね。で、これを見て回避ですね。で、次も右から来るので、でも回避ですね。で、左にあったやつが、消えて上に来るんですね。で、この上に来たやつ、このレーザー発射と同時に、前のヘカテから茨がね、4本かな。こう、転がってくるんですよ。これが。レーザーの回避と、これがタイミング合うように回避と同時にできているので、レーザーを避けると、この4つの茨も避けれるようになってると思います。なので、レーザーを避けてしまえば、タイミング的にこの4つの茨も回避できるはずです。で、ルートは、ここら辺で、ここは場所は立ち位置的には真似してもらって、ここで待機ですね。で、次がヘカテさんにね、注目してもらって、こうピカンみたいな一瞬光るので、それを見て、
回避ボタンですね。無知がね、回収されるので、後ろからも来るんですよ。ですけど、光る合図を見て回避ですね。で、そしたらすぐレリーナに交代して強振のゲージを削って、ですぐそしたら漂白者に変えて2回分削っておきます。で、ここで削れなかった場合は、一旦避けてからね、あんまり派手な動きをしてしまうと、これがね、避けれなかったりするんですよ。なので、ここに回避するのに集中してもらって、通り過ぎてから、ここら辺で、もう一回強振動ゲージを削りに行く。強振動ゲージを削った、そしたらすぐ離れて、だいたいこの位置的な場所に、ポジションに戻るっていう感じですね。で、そしたらこれで、1回攻撃して、で2回パリして、で、3ですね。で、ここで4。で、ここで5。で、長押しで銃撃の漂白者の剣の回転でパリ成功って感じですね。で、そうすると、あともう1回ぐらいでパリで、ブレイクになるんですよ。で、この戻るときですね、ここですね、こう誘爆したこの、花かな、穴の周りにいないように、ちょっとね、大回りしてください。じゃないと、このね、ムチをしまったときに、これでね、当たっちゃうんですよ。何度もありました。これに当たると、もう結構大ダメージなので、結構大回りで。近づいちゃうと、これがしまわれる前に近づいちゃうと当たっちゃったりするので、結構ちょっとゆっくりで大回りしてください。で、そうすると、攻撃を当てておきます。そうすると、この今日は破壊が確定で1回できるようになるんですよ。確定で。こっち溜まってなくても、このヘカテの回転攻撃をする前に1回だけね、受け付けるんですよ。で、これで強振とブレイクですね。で、そうすると結構もう削りで、あともうちょっとってなるんですよね。で、そうしたらもう一回これになるので、で、また左から来るので、回避で、右から回避で、で、真ん中に来るので、これも回避して、で、大体この位置ですね。で、光ったと思ったら回避で、で、今度はまたベリーナにバトンタッチして、で、漂白者に変えて削っていきます。で、回避して、もうあとは、繰り返しですね。で、できるだけ、離れてると違う攻撃をしてくる可能性があるので、その場合のね、モーションの違うモーションとかの動画をこの後つけておくんですけど、自分からね、近づいた方がいいです。じゃないと違う攻撃が来たりします。で、ここで無知でこうパリして、でもう一回ここでパリして、ね、ここでもあとも流れのようにパリしちゃえば、あとは大回りして避けて、であとは待つだけですね。で、ブレイクして、あとはもう削るだけです。で、終わりという感じですね。それでは、ここから、プレイ動画の方では出てこなかった攻撃などをちょっと見ていこうかなと思います。ちょっとね、出た攻撃も中にはあるんですが、見えにくかったところなどをね、もう一回見ていこうかなと思います。冒頭もういきなりなんですが、こちらですね。一旦この攻撃が来まして、その後に、投げてきたっていうか、飛んできたって言っていいのか。ヘカテのね、攻撃がこう飛んできまして、こう迫ってくるよという感じですね。止めないで見せた方が分かりやすいかなと思います。こんな感じですね。で、次が、これね、
表面、上の表面がなんか白くなったら攻撃が来る合図ですね。だからここの状態で回避ボタンですね。で、今度3体出てきて、止めたところで回避ボタンですね。ね、白くなった、回避みたいな感じで、早いんですよね、あれがね。で、回避ですね。で、そしたら後ろに回ってくるので、これも出てきますね。で、ここ今白くなってますね。これが回避の合図です。だから見とかないといけないですね、やっぱね。この小さいやつをね、見とかないと避けられない。で、こちらですね。一回ヘカテが攻撃をした後についてくる。もう一回反対側にすると、ちっちゃいやつもね、ついてくる。つなげて、距離を伸ばしてるんですね。で、今度はこう来るので回避して、で、もう一回回避します。2回回避しないと当たっちゃいますね。で、ここ回避。で、次戻ってきたら回避で回避して、で、次ですね。ここ回避して、本当はもう一回回避ですね。で、これも回避しといて、ここですね。これの下のね、レーンがこうやって今消えたら、回避ですね。ここからですね。これはね、なんかバラバラのようでなんか連続攻撃なんですよね。ドンドンと。なんか不規則なね、変な攻撃なんですよね。で、ドーンと来て、で、次もこれも回避して、回避ですね。で、回避して、で、これちょっと今攻撃してみたんです。そしたら、やっぱり、強振動ゲージが結構減りましたね。あれのおかげで、あれを攻撃すると、ダメージが強振動の方に入るってところですね。で、これはね、なんとなく、いい加減にしろよっていう感じで当ててみたって感じですね。ただあれをやりたかったっていう。で、今度、こちらが、先ほどのが1形態目。で、こちらが2形態目の方ですね。で、こうやってね、回転しながらね、こうやって来るんですよ。で、これを回避していくんですけど、まあ、こんな感じでもやり過ごせますよっていう感じですね。で、次が、これベリーナの方なんですけど、これをね、回避していくんですよ。不協和値が溜まっているので、使ってみたところですね。そうするとですね、近づいてきてて、削れるんですけど、強振動ゲージをね。だけど、返り討ちにあってしまうと。なので、強振動ゲージが不協和破壊で強振動ブレイクできる状態であれば、まあ使っていいかなって感じですけど、まあ、こんな感じのね、攻撃も来ますよっていう。あれはもう3回連続っていうか、あれは回避しかないですね。表面解放でやり過ごすか。で、離れてますと、こうやってね、こんな感じの攻撃が来て、ここで本当は回避をしないといけないんですけど、受けちゃうと、こうやってね。で、これも回避して、別のシーンなんですけど、こうね、近づかないでいると、もうワープしてまでね、こんな感じの攻撃が来ます。で、そしたら飛ばしてきて、で、こういう風に近づいてくるよと。で、次が、不協和値が溜まってたので、ここで使ってみようかなと思って使ってみたんですが、
ひるみもせず、キャンセルにもならなくて、続行っていう感じですね。なので、やっぱ不協和値、メカ停戦の不協和値は、強振動ブレイクをするために使うって感じですね。じゃないとちょっともったいないかなって感じですね。この動画はね、ここで終わります。ここまでご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。オロタクティクス、ファントムベイン、ヘカ停戦。めんどくさいってのが、ヘカ停戦の、一言ですね。1段階目と2段階目のヘカ停、どっちが嫌かって言われると、1段階目ですね。なんかね、動きが読めなかったっていうのがあって、で、同じ攻撃繰り返してくるときは繰り返してくるし、かといってバラバラな時もあるし、なんか安定してなくて、なんかね、次々とね、パターンがね、変わってくると言いますか。なんとなくはね、技はね、同じ技は同じ技なんですけど、どうもなんか次これだよなっていうのが外れるんですよね。なので、早めにね、2段階目にしようっていう感じで、1段階目のヘカテは、漂白者のね、停滞フィールドを利用しながら、早めに倒すっていうのを心がけてましたね。2段階目は、流れがね、動画を見ていただくと、わかると思うんですけど、本当無知のパリーが本当に、攻略の糸口になってまして、あれをどうね、安定してパリーにできるかが攻略の分かれ目かなって思います。あれはね、避けちゃうと、避けてもいいんですよ。避けたら避けたで、回避は、収束ゲージとか、変装スキルがね、溜まるので、それはそれで、意味はあります。パリーだとね、溜まらないんですよね。ただ、ヘカテの強振動ゲージが、削れるだけかな。なので、それが目的なのであれば、パリーね、していくって感じですね。で、ただ、全部をね、パリーしても少し残るっていうね、感じになってるので、強振動ゲージがね、全部、無知のね、攻撃を全部パリーしても、強振動ブレイクできなくて、で、不協和破壊ね、が導入されたことによって、それも強振動ゲージを削るんですけど、まだ残るんですよ。だからその部分を、漂白者から一旦ベリーナにバトンタッチして削って、収束ゲージを貯めて、すぐ漂白者に変わる。で、それがちょっと間に合わないなーってなったら、一旦避けて、漂白者に変わって、で、すぐ、離れるっていう。無知が来るから。無知が来るか、別の攻撃が来るか。無知が来たら、よしって感じで、もうパリをやっていくって感じですね。慣れるまでは難しいです。でもあそこ慣れちゃえば、いけると思うんですよね。漂白者じゃなくても、おそらくいけるはずなので、漂白者もし育ってなくても、停滞フィールド目当てで全然入れてもいいと思います。全然楽なんで。だからベリーナ、漂白者でメインアタッカーで、消滅以外のキャラがいてもいいのかな、そういう編成でもいいのかなって思いますね。停滞させることで、こちらのね、攻撃の時間も延長できますし、すぐね、場所変わるので、ヘカテが。そこでちょっとタイムロスになっちゃうんですよね。で、あともうちょっとだという時に、漂白者で出しといて、で、収束ゲージを貯めたら、すぐ交代、メインアタッカーに交代して、そうすると、停滞フィールドが発動するので、その間、メインアタッカーで攻撃しちゃえば、体力は削れるはずなので、そんな感じでいいのかなって思いますね。分かっちゃえば、ヘカテに関しては、分かっちゃえばいけるはずです。僕はもう何十回もトライして倒せました。あんまね、こんな話しても、なんだよってなるから
言わない。もうこれ以上は言いません。じゃあ、今回はこんな感じでエンディングトークを終わろうかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。一応、グラシでした。